日本のミックススパイス七味で料理に新たなアクセントが加わる辛みの物語。辛口万能調味料俺の七味辛口島田限定発売中。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今まで牛肉を使って数々の熟成検証を行ってきましたが、今日は全く別のものを使います。今日使うのはスパムです。スパムを1ヶ月熟成させるとどうなるのか、それでは早速やっていきましょう。今日はこのスパムを使います。スパムとはホーメルフーズが販売している豚肉を使ったランチョンミートの缶詰のことです。うちの動画でもスパムを作ったり何度か登場しています。このいかにもアメリカンなデザインの缶詰をスーパーなどで見たことある人も多いですよね。日本だと沖縄に行くとスパムやランチョンミートを使った料理などがお店でよく提供されています。ランチョンミートとは香辛料などを加えたひき肉を金型に入れて固めたものをオーブンで加熱後に冷却して保存性を高めたホームメイドソーセージのことです。ちなみにランチョンミートの発祥はデンマークと言われています。デンマークのランチョンミートといえばチューリップがあります。沖縄本島ではこちらのチューリップのランチョンミートの方が人気とも言われています。原材料を見てみるとスパムは豚肉、塩、砂糖、加工でんぷん、発色剤と至ってシンプルな材料です。缶から出すとこんな感じです。綺麗なピンクです。ソーセージやハムなどに含まれている発色剤とは亜硝酸ナトリウムというものが使われることが多いです。それ自体には色はありませんが、肉に添加することで色を鮮やかに見せることができます。他にもイクラやタラコなどに使われたりもしますね。今日はこのスパムを1ヶ月熟成させてみます。今まで牛肉や牛タンなどを1ヶ月熟成させましたが、このスパムを1ヶ月熟成させるとどうなるのでしょうか。より旨味が増して美味しくなりますかね。ふとした疑問を解決したく今回の検証をしてみます。今回は特に何かを塗ったり何かに入れたりせずに、このままバットにスパムを乗せて冷蔵庫で1ヶ月熟成させます。今までやってないことなのでよりワクワクしますね。1ヶ月経ったので冷蔵庫を開けてみましょう。色が少し濃くなりましたかね。若干ですが大きさも小さくなったような気がします。周りはかなりカチカチな状態です。何もしていないスパムとどんな違いがあるのか比べてみましょう。こうやって比べてみるとかなりの大きさの変化がありますね。色も全然違います。生の肉と違って黒くなったりはしていませんね。横の幅も変化しています。重さにどんな違いがあるのか測ってみましょう。まずは何もしていないスパムです。340g です。内容量が 340g なので寸分の狂いもありません。ホーメルフーズさん優秀です。次は1ヶ月熟成スパムです。217g です。100g ちょっとどこかに消えましたね。それではカットして中を見てみましょう。まずは何もしていないスパムです。水気があってフレッシュですね。柔らかさがあります。1ヶ月熟成スパムです。外は色が濃いですが中は思ったよりもピンクですね。外側が硬くサラミのような硬さです。並べてみるとより違いがはっきりとわかりますね。それでは今日はそれぞれフライパンで焼いて食べ比べてみます。1ヶ月熟成スパムは何もしていないものよりも焦げるスピードが速いです。焼き上がったので早速食べてみましょう。いただきます。今日はベルギーのグーデンカルロスクラシックを飲んでみましょう。ペットアンケル醸造所で16世紀から作られている歴史あるビールです。現在もペットアンケル醸造所では他のグーデンカルロスを製造していますが、他と区別するためにこのビールはクラシックと呼ばれています。色は少し濁ったような濃い暗めの茶色です。アルコール 8.5% とやや高めです。しっかりとしたボディでビールだけどとても濃厚な味わいを楽しめます。甘みが強くドライフルーツを食べているようなワインを飲んでいるような深みを感じます。それではスパム食べてみましょう。まずは何もしていないスパムです。改めて食べるとスパムってしょっぱいですね。これで作るポーク卵やスパムおにぎり、チャンプルーなど大好きです。通常のスパムでも一切れでご飯一杯いけちゃいそうです。次は1ヶ月熟成スパムです。何か臭いとか変な匂いなどは全くありません。外側がカリッとなっていて中の水分は少ないせいかかなり味が濃厚です。なんだか珍味を食べているような感じです。味としてはしっかりと美味しいです。ご飯のおかずというよりはよりおつまみっぽい感じですね。
でもわざわざ缶から出すなら缶に入れたまま保存して食べたい時に出して量も多く食べれる方が正解かもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。スパム1ヶ月熟成いかがでしたか？ 1 ヶ月待たずにフードドライヤーとかで水分飛ばしてみるとどうなるのかも気になります。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。